2021年7月、岡崎にある都メッセである展覧会が始まりました。テレビ画面を模した現代アートの屏風。板に襖紙を貼ってレーザーカットした鯉。展覧会のテーマは表具です。書や絵画を預かり、掛け軸や屏風、襖などに仕立てる表具。日本の伝統表現を裏から支える仕事です。普段脇役の表具を表舞台へ。ジャンルを問わず、様々なアーティストと共同制作。2年がかりで異色の展覧会を開いた職人がいます。表具師の井上正弘さんです。ストリートアーティストとか、現代アートの作家さんとか、せっかく日本で生まれるアートなんで、日本の仕立てイコール表具で制作ができたらなっていう思いですね。表具師としてその作った作品が飾られた状態というか、そういうところまでも表層できたらいいなっていう気持ちがありまして。作品の一つ、旧公家に伝わる真珠装束の絵図を修復し掛け軸にします。江戸後期に描かれたもので、随分虫食いが進んでいました。主役の絵は本紙と呼ばれます。井上さんは装束の一部を切り取って本紙の周りに装飾することを思いつきました。依頼主とともに小切れ屋で選んだ巾着。解体し、有足文様の部分を本紙の上下につける一文字にします。本紙の修復。湿らせた和紙の上に本紙を裏向けに置きます。虫食いの穴を一つ一つ丁寧に伸ばしていきます。表具専用の糊を別に用意した和紙に塗ります。本紙の裏側に貼ります。これを裏打ちと言います。そして乾燥。完成までに裏打ちを3回繰り返します。裏打ち紙は本紙と同じような色に染め、虫食いが目立たないように心がけました。個展のおよそ1月前、2年がかりの準備も大詰め。完成した掛け軸を一目見ようと、依頼主である山科時親さんが訪れました。これ一本で、これが一本取れなかったんで、先っちょのこのとんがってるところと、今度こっちに飛んで、このとんがってるところをついで一つ飛ばしてから始めてるわけですね。そうですね、
参考になればと実物の装束を隣に並べます。神事の装束を考証する資料がこうして作品となって生まれ変わりました。やっぱりこの神事の装束なんで清らかな雰囲気ですよね。それを崩さないように、あとはその格式も保ちながらっていうところはすごく気にはしてたので、本社引き立ってかつちょっと攻めた感じのねそうですね、表でいいなと思いますね。個展の準備に追われる表具師井上正弘さん、何やら巨大な鉄の枠を運び入れました。ストリートアーティストが描いたキャンバスの周りに吊り下げます。一応テーマに空間表層っていうのを掲げてまして、鉄でフレーム作ってもらってるんですけれども、後ろの景色を見せながら展示する。パネルだけで飾るのと一つ枠を入れることで全然見え方が変わると思ってて、やっぱりそれも表具屋さんの仕事の一つかなと思って。世界的アーティスト加藤泉の作品を総服の掛け軸に仕立てました。取り合わせの部分でちょっと面白いことができたらいいなと思って、で外国のサラサっていう切れ字使って、でしかもすごい昔の切れを使って、で今の、京都の西陣織の表層切れっていうのと掛け合わせて、現代アートと表具の融合っていうのがうまいことその切れ字の中でも取り合わせできたかなと思ってますね。これは井上さんがつてを頼って入手したイギリス人陶芸家バーナード・リーチの素描。和紙の裏表に絵が描かれていたため、そのまま表装してはもったいないと思い2枚に剥離します。何層にも繊維が重なった和紙だからこそできる技。剥離した本紙を装飾した後、このフードの滑りを良くするためにロウと数珠を使って裏打ち紙を柔らかくします。丸めて収蔵する掛け軸の巻き癖を防ぐ工程です。井上さんは今回の個展をスペースマウンティング、すなわち空間表層と名付けました。作品の個性を引き立てる空間演出をも担う、そんな現代の表具師の仕事を見てほしい。表具があって初めていろんなその作品の幅が出てくるんだなっていうのを思ったので、表具師っていう人がいらっしゃるっていうのがそういう理由なのかなと思いました。掛け軸はもちろん持ってないですけど、あれが今の生活にあってもいいのかなって、ちょっと絵を見て思いました。2枚に剥離したバーナード・リーチの素描は着物の切れ字を用いて掛け軸と額装にしました。
昔みたいに床の間に掛け軸を飾るっていう文化がどんどん減ってきている中で、今じゃあどういうふうな見せ方ができるかとか、建築様式であったり絵描きさんの絵の内容であったりっていうのに表具の技術を伴って一つの空間として見れるようなもの、お手伝いができたらいいなと思ってますね。仏教伝来とともに大陸から伝わり、千数百年を経て今なお進化し続ける表具の世界。その先頭を井上さんは走り続けています。日本文化の美しい風を浴びながら。